皆さん聞こえますでしょうか。聞こえましたらですね、聞こえるとぜひコメントをお願いいたします。今日は、特別ゲストをお迎えして生配信を、こちらオランダのハーグからお届けしたいと思います。皆さん聞こえますでしょうか。OK, it's started, I think. はい。ではネットの回線確認できましたのでスタートしたいと思います。はい。はい。では皆様改めまして、日本の皆様こんばんは。ガナハマサコです。皆さん、見に来てくださいましてありがとうございます。ちょっとコメントをこちら消します。OK。はい。それでは、今日はですね、私の目の前に座っていらっしゃるのは今ヨーロッパでもですねグローバリズムのもう攻撃の渦中にありまして、今オランダではですね、国を守るために農家の人たちが一揆を起こして戦っているところですが、国会の場でも実はですねすごい戦いを繰り広げられている政党があります。民主主義フォーラム FVD という党ですが、その党に所属されて活躍されているペピン・ファン・ハウヘリンゲン議員にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。オランダにようこそ。ありがとうございます。ようこそです。皆さん、今ですね日本語をお話しされましたが、実はですね、ペピン議員は日本の大学にも広島に行って、広島市立大学、研究生として博士論文を書きました。そう、4年5年間ぐらい広島に住んでおりました。素晴らしい経験だった。ありがとうございます。とても親日家でもあられまして、私がですねインタビューのお願いをさせていただきましたらすぐにご快諾いただきました。本当に私も初めて今日国会の中に、帰る機会をいただきました。素晴らしいね。せっかく日本から来られます。本当に誠にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。インタビューを始める前にですね、たくさんの今見ている方々もですね、もう代表して、素晴らしい戦いに、敬意を表したいと思います。ありがとうございます。まずはじめにですね、少しFBD、政党の紹介をお願いできますでしょうか。どういう党でしょうか。いや、そう、FD はね、アンティグローバリズムの政党と思います。日本では3政党と同じパーティーかなと思います。私たちのパーティーね、特にグローバリズム、例えばトランスネーショナリズム、EU、そういうことはね、今戦っています。いろいろな環境問題と、特に EU ね、私たちの国の独立の一番強い敵は多分ね、今 EU ですよ、ユーロピアンユニオン。敵ですね。いや、そう、敵、僕は私たちの独立はだんだんね、なくなります。いろいろな法律は EU からオランダに来られます。いや、守れません。それは大問題今と思います。そんな中でですね、先ほどもいろいろお話を聞きましたが、FBD はすごい国民のもう本当に国を守る、国益のための国のための政治をされているということで、人気がどんどん上がってきていると。今ね、ちょっと私の大プライですけれども、私たちのパーティーは今一番パーティーメンバーとしてね、一番大きいパーティーです。そう、6万人。党員が。2番目のパーティーは半分以下。3万人以下。だんだんね、増えています。パーティーのメンバー。スポーツはとても大きいです。増えてます。強いパーティーと思います。マスコミは、こちらのオランダのマスコミは叩いているそうですが、どういう感じでしょうか。私たちの大敵はマスゴミ。ゴミの。冗談ですけど、本当にオランダのマスゴミは本当にゴミです。真面目な記者さんはいません、オランダには。ガナーさんと同じように素晴らしい、本当真面目な記者さんはいるんですけれども、市民の記者さんです。ソーシャルメディアの記者さん、それは真面目な例えば、多分日本のNHK 朝日新聞と同じようなマスゴミをオランダに
ありますね。そうそう、only globalist の話を伝えます。オランダ現地の、国会議員からマスゴミという言葉がびっくりしますが、どこも同じなんですね。そう、どこでも同じです。イギリスもそうだ、アメリカもそうだ。そう、グローバリストの大武器は、私の意見ですけれども、マスゴミです。それは、ブレインウォッシュの機械、言葉忘れてしまいましたけど、そういうものです。今やだからね、私たちのパーティーはいろいろな自分のマスゴミの、武器を作ります。例えば自分の出版社、出版社、いろいろな新聞も出てます、オランダ。市民の新聞。of course、ソーシャルメディア、YouTube、いろんなことがあるんですけど、昔あるの大きいマスゴミの会社は全部グローバリストですよね。そうなんですね。だんだん強くなる。私たちは。だからマスゴミはそれをビビってます。ビビってるんですか。いや、そう。この FBD 民主主義フォーラムは2010年からでしたでしょうか。何年頃からスタート？いや、2015年から。そう、レフェレンダムに基づいてこの政党、私たちのパーティーが生まれました。2005年、2006年から今7年間、若いパーティーですよね。今このオランダでは、農家の人たちが、立ち上がって、ナイトロジンクライシス、窒素の問題と言っていますが、この戦いについてどう思われますか？いや、ナイトロジンクライシスはコロナクライシスと同じように偽物のクライシスですよね。グローバルでそういうクライシスを使ってコントロールを取ります。ナイトロジンクライシス、例えばドイツないです。ドイツにはない。偽物ばかり。それはもちろんはっきりです。ナイトロジンクライシスで、オランダの農家を破壊します。今政府はそういうことになる。それは本当に怖いことですけど、オランダはね、世界ね、食べ物を作る国ですよね。and then of course ウクライナもなくなった。and also オランダの農民はね、maybe なくなる。すぐなくなる。then of course オランダだけではなくて他の国もね、食べ物は問題になるかな。だから今オランダの農民の側はね判断されます。知っています。オランダの根本一番大事な力強さですか。食べ物を他の国に輸出をする、すごい強みだと思うんですが、そこが攻撃されているということは本当に恐ろしい話だと思うんですが、具体的に例えば政府は何をしようとしているんでしょうか。具体的、特にね、牛のナイトロジンね、牛の農民はね、今問題ですね。牛を飼うこと自体は。牛の農民のどうですかとの会社ね、政府はねこれを取りたいです。農民は私売れたくない私たちの会社。売りたくない。ありがとうございます。政府はそれを無視をして、この会社法律で取ります。もう法律でもって。法律取ります。で、この土地を使いたい、もちろん農民の土地。目標はねはっきり目標はねいろいろな特にいろいろな建物を作りたい。because 例えばねトライステイトシティコンセプトでオランダはねドイツとベルジウムと同じように大きい町、東京にグローバルですね、作りたい。農民田舎の田舎はの場所はない、そういう未来の計画ね。だからof course ひどい計画です。この農民の私もさくらんぼ農家、チェリーさくらんぼの農家の方に行きましてお話を聞いたんですが、彼らはこのなんて言うんでしょう、牛の糞
堆肥、牛の糞、カウプープ。いや、うんこ。を肥料にしようと肥料にしてますけど、それもダメって言ってますよね。それもダメですよね。いや、バカバカしい。びっくりしました。いや、そう自分の牛のうんこ使えません。そう、also EU 法律です。EU の法律。いや、so then of course fertilizer。はい。肥料を使わなければなりませんね。それも問題になる。also ナイトロジン問題になるね。そう昔から EU はね、オランダの農民、アタックします。農民だけではなくて、also ね、魚の会社。漁業ですか。いや、漁ありがとうございます。それalsoね、だんだん禁止になります。そうなんですか。そう。例えばオランダの魚の方、漁ありがとうございます。とても現代のモデルの船持ってました。特別な魚のテクニック。それは環境の問題になる禁止になりました。その船全部ね捨てられました。いや EU オランダ人みんな反対だった。EU の命令だった。EU はオランダの一番大きい問題。日本はまだ独立な国ですよね。そうですね。オランダはドイツと同じ、EU はインペリアムね。私たちの自由と独立潰します。とってもショッキングなんですが。そうですよね。気をつけてくださいね。例えばそういうことが日本も来るかな。国際トリティは危ないだし、意味のことね、気をつけてください。移民状況はどうでしょうか。それはもうひどい。たくさん移民が来る、建物もないし、スペースもない、文化の違う、価値観が戦っていろんなものが出てます。オランダにはみんなは意味は必要でしょう。高齢者社会、意味は必要。高齢者社会。バカな話。とても大きい問題になる。日本のことを守ってくださいよ。今私たちはハーグ首都にいますが、この間一緒にですねカフェに行ってお茶をさせていただいた時に、店員の方にドイツ語オランダ語ですよ。オランダ語で話をされたら店員がダッチダメと言ってましたね。それは普通で特にアムステルダムね、首都。びっくりしました。みんな英語だけ、英語しかできない話。国はなくなる。もう同じ言葉もないです。ひどい。これぐらいのもう恐ろしい状況、オランダがオランダでなくなってしまう状況に沈没してますが、一般の国民はどういう意識なんですか。どういう意識、だんだんね、オランダ人はね、日本でウェイクアップ、目覚めてきて、ありがとうございます。少々ミネのおかげで、だんだん難しい戦い。なぜかというと、マスゴミがある。マスゴミ、みんな、眠らさせて、みんな、スリープね。そういう目標がある。洗脳されてみんなで寝てる。日本もですね、ウェイクアップ。お願いします。ガナハさんは素晴らしい方です。本当そうと思います。同じ戦い、私たち同じ戦いをしていますね。本当そうと思いますよ。例えば私たちの話ね、SDGs、Social Sustainable Development Goals、オランダ人の成果を使います。同じですか。どこでもあるね。World Economic Forum、影響はどこでも。オランダだけではなくてどこでもありますね。EU は、もう EU に入ると、もう主権がなくなる、国が独立国でなくなる状態になりますが、どうして私もまだ勉強不足で、この状態っていうのがあまりわからないんですが、EU が決めたことは全て従わないといけないんですか。ひどいです。だけど2005年、オランダにはね、とても大事なレフェレンダム、国民投票ですか。国民投票、ありがとうございます。国民投票があった。オランダの民族、
はい、これは大ボスね、オランダの民族は70%、EU は嫌だ。70%？ いや、そうそう、2005年、はっきりな結果、EU の憲法は、捨てられましたね、オランダの民族。だけど、いつでもそうだ、オランダには。いつでも、グローバルです、いつでもそうだ。これを無視して、この結果にとにかくサインしました。それはね、裏切りました。だから私たちのパーティーがあります。これは裏切ります。本当にひどいことですね。本当にひどい。国民の成果はね、国民のビトレイ。正解が国民の 70% をビトレイ、そうそう、サインしました。後で調べてください。2005年、オランダだけではなくて、フランス、同じ結果だった。同じ時ね、6月1日。私よく覚えてます。2005年、この時日本に住んでいるけど、とても喜んでます。ああ、よかった。ひどい。その時の政権、また今のオランダの首相、マーク・ルッタ首相はどういう首相でしょうか。この人はグローバリストの人。そう国の代表しませんね。グローバリストの命令を、グローバリストの目標はルットの目標です。なぜかというと、例えばそういうレフェレンダムがあるからいつでも無視します。国民の意思、興味はないからは。もうひどいですよね。だからやばいでしょ。そうですね。わお、この本当に聞けば聞くほどショッキングなんですが、今国会ではこの厳しい中でも FBD 民主主義フォーラムが戦っていますが、最近はどういうふうな戦いをしてますでしょうか。最近いろいろたくさんのことがあるんですけれども、だんだんね、今オランダは私の意見ですけれど、民主主義ではなくてだんだんね、ゆっくりで絶対主義になります。何でもコントロール、特にコロナね。コロナの時ね、ひどい対策がありましたね。例えばロックダウン、いろんなとんでもないこと、例えば夜9時から家出ませんでした。法律的ね、もし出たら逮捕されました。そうですか。それは事実で、そういうひどい対策、レストラン全部クローズしました。ワクチンもらいたくない方は、レストラン、展示会、どこにも行けませんでした。そうだったんですね。差別社会になってしまいました。そうなんです。ひどいこと。今はそれがなくなったんですね。今ですけど、この秋、冬、戻ります。そういう対策。コロナはフルです。フルもちろんいつでもね、冬になると戻りますね。そう対策こそ戻りますと思います。この QR コードどこでも、日本もそうと思いますね。QR。日本はこの国民が自ら洗脳されて、なんて言うんでしょう、周りにどうしてマスクしないんだとかを国民同士が強制し合うんですが、政府はまだそこまでは行ってないんですよ。政府はオランダの政府と比べるとまだ全体主義には行ってない。日本人の伝統ですよ。よくわかる。マスク使います。そうね、伝統です。いいですけど、多分義務はない。もし例えば外でマスクはなかった逮捕されませんね。そうまだないんですね。オランダは逮捕罰金になる。絶対罰金になる。私の妹罰金もらいましたね。そうですか。でも妹さんは負けずに戦ったんですね。そう反対ですね。絶対主義の対策。オランダはなんて言うんでしょう、世界に農作物を輸出するナンバー2だと聞きましたが、そこまで日本は食料の自給率が少なくて、かなりを輸入するんですよね、他国から。
なので世界に輸出をしている国が、Yeah. そのグローバリズムに戦ってもらうことは、Yeah. 我々にとっても非常に重要なことなんですけれども、このオランダの戦いが、Yeah. オランダだけではなくて、Yeah, そうそう。世界中の戦いであると、どのくらいの人が理解しているでしょうか。どの、はい、どれぐらいの人々、what percentage？ いや、そうかな。オランダには、いや、よくわかる。多分だんだん増えてますね。増えてます。15%、20% ぐらいかな。今ね。60% 多分ね、興味ない。まだまだ。20% maybe かなね。20% アンティ。60% 眠ってます。20% グローバリスト。そう、EU 大好きです。そういう人、特にこの国会にね、どこでもいます。そうかな、今の状態。日本はどういかがでしょうか。日本もかなり眠ってる人が多くて。でも最近どんどん増えてきてはいると。ガナさんのおかげで、そうと思いますよ。はい、私とかまた参政党という党もありますし、小さな保守系のコンサバティブの人たちが一生懸命NHK とか朝日新聞とかに戦っています。はい。もしよろしければ、この見ている方々にですね、今1700人がライブで見ていますが、質問がないか聞いてみたいと思います。皆さんこのような貴重なですね機会がないので、皆さんもオランダにですねこうやってもう真正面から戦っている政治家の方がいるっていうの分からない人もいたと思うんですけれども、この動きっていうのはマスコミが無視してマスコミが叩くから、我々日本のマスコミは民主主義フォーラムのことを知らせないんですけれども、でも今回の配信でですね皆さん分かっていただけたと思うんですよ。質問皆さんしたいことありませんでしょうか。質問書いていただけたら私が聞きたいと思います。誰か 85% 寝てると日本はそうですか。85%。日本人は賢いと思います。オランダ人より多分。そうですね。ちょっと上を見てみましょう。オランダは反グローバリズムの国ですか。アンチグローバリズム。国でしょうか。そうではないと思います。まだ私たちパーティーはそうですけれども、一般の民族はそうではないと思います。例えば EU の憲法は好きじゃないね。多分 maybe 基本的そうだと思います。基本的そうだ。普通の選挙でね、例えば半分の以上グローバリストパーティー選びます。そうなんですね。それこそマスゴミの影響かな。例えばなんですが、そのペピンさんは何がきっかけで今のグローバリズムがおかしいと思ったんですか。どういったきっかけで。今のもちろん失礼します。ペピンさんご自身はどういったきっかけで関心を持ったんでしょうか。私たちは、私にもう昔からそうでしょうよ。特に2005年失礼いたします。2005年それはビッグショックね。この結果を無視をして、じゃあEU はいつでもね嫌いだったと私はね、良くない資質だと思います。自由の危険です。自由にそうですね。自由に対する自由がなくなります。なくなるそうずっとそうだったね。特にね2015年から私たちのパーティーは強くなりました。他の人も面々になりました。そうでしょうね。やはりもう国民自身が思っている国がもう EU にオランダが盗まれた感じですか。ここに自信を持ってね、
そうですよね。それはalso大問題。because 例えば歴史の本ね、いろんなこといつでも同じメッセージがありますね。オランダはひどい、欧米の人がひどい、民族いろんな昔のひどいこと、それをエンファサイズします。しています。国民のプライドはだんだん弱くなるでしょうね。多分日本と同じかな、歴史そういう教育が学校でされてるんですか。だから私たちパーティーはね、今大プライドですけれども、今年から9月から私たちはね、自分の小学校始まります。すごい。政党が小学校。そうになりますよ。of course、政党の影響はそんなに強くない。政党、政治の影響は良くないね、学校で。今とっても強いです。逆に今強いんですもんね。そう強い。多分日本はどうですか。日本はコミュニスト。コミュニストはやっぱ学校。そう。面白い取り組みをたくさんされてるんですね。学校ですし、新聞、マスコミもあって、でまた SDG いろんなところでの戦いがあるんですね。そうなんですね。同じテクニックどこでもね、グローバリストは。だから同じ問題と思う。でところで、今ですね、素晴らしい日本語で分かりやすく私たちにお話ししてくださってますが、日本で大学に通われたことがあると。で親日家とおっしゃってくださって、私はとても嬉しいんですけれども、日本に行かれたきっかけは何だったんですか。オランダね、現代学部勉強しておりました。昔からの興味がある。基本的に保守的な国ですよね。日本は私たちパーティーは保守的なパーティーですよ。例えば国民の日本いろいろないいことが日本がある。まだ安全だし、綺麗な国だし、日本人私にとってとってもオランダ人に比べると丁寧だし、いろんな意味問題あまりないし、たくさんの大事なことがある日本で守りたいことがあるそうと思いましょう。とてもいい国だと思います。ありがとうございます。本当お政治ではないね。本当の気持ちですよ。ありがとうございます。私がこの YouTube あるいは取材活動をしている理由の一つが、やはり敵がWEF ですとかグローバリストなので、その点になっているそれぞれの愛国者ナショナリストがつながる必要があると思うんですが、そういった活動などもされてるんですか。同じ考え方、私たちの政党強いです。だから私たちの政党ね、FED はね、国際の例えばインターネットサイト、フォーラムインターナショナルがあります。英語のドキュメンタリー、The Movement と言いますのドキュメンタリーがある。国際そういうメッセージ、伝えたい、放送したいです。それは大事と思いますね。私たちの敵を国際の敵だね、グローバル的、それは大事と思いますよ。ありがとうございます。で、皆さん他に質問がありましたらですね、お聞きしたいと思いますが、ちょっと見てみましょう。Many people are saying that please contact サンセイト。サンセイトガナハさんから勉強しますね、このパーティーね。サンセイトまだまだ絶対会いたいね。サンセイトの方はof courseいつでもよこそですね。ぜひぜひ。そうですね。はい。オランダでも自分の国を嫌うような教育がされているっていうのがすごいショックなんですが、逆に、ペピンさんからこのオランダの、どういったところを誇りに思いますか。どういったことを守りたいですか。守りたい。一番守りたいことは今ね、独立です。
独立はない国はありませんと思いますね。教会、ボーダー教会、そう大事で、今ないですよね、because of EU。そういうことや今も一番大事ですよね。of course オランダの文化でいろんないいことがあるんですよね。だから大体昔のことかな。そうだんだん悪くなると思います。いろんなこと。オランダは本当はどういった国なんですか？いや本当はそれはねとっても難しい。私はね前の仕事、研究されましたね。オランダはどういう国ですか？オランダの基本はどういうことですか？日本はいろんな本もあるね。日本人論という本ね。オランダはそれは少し少ないと思いますけど、いやそれof course オランダの性格、だんだん変わります。それはいいことですよね。今はね、オランダのことは良くないことだね。そういう自動的に考えます。外国から来ることはそれはいいこと。そう逆になそれは良くない考え方と思います。いやどういう国ですかね。いやそれとても難しい質問ですけれども。私はね昔に大きい本書きました。そういうことオランダ人聞きました。オランダ人の答えは例えばオランダ大事な言葉ね。例えば言論の自由、一番大事ね。例えばそれは大事な今なくなった。いや言論ね本当に EU のせいで例えばロシアのマスコミ、禁止になりました EU で。いや本当の例えばね言論の自由は一番大事、本当にそうと思います。一番大事、それはだんだんなくなりました。ひどいこと、それを守りたいですよね。先週、FBD がフォーラムシンポジウムでウクライナのことについて取り上げたそうですよね。そうですよね。because オランダ人はねロシア私にはロシア興味はないね。ロシアパースペクティブはねもらえません。because of censorship や日本語でセンサーそうね EU センサーシップできない。それはひどいことですよね。いろんな方面から見ないといけないですよね。そうそれは大事です。できない今客観的ね。それは私好きな日本の言葉客観的。客観的。今 EU の主観的。それは事実です。EU によるとそれは絶対主義ですじゃないですか。全体主義そうですね。私も初めてオランダに来ましたが、オランダの風車と綺麗なお花がいっぱい咲いていて、長崎にハウステンボスがありまして、とても綺麗ですよね。でも多分オランダより綺麗ですよね。でもとても綺麗で、どこを見ても綺麗なんですよね。ハウステンボス。はい。またこちらもですね、お家も綺麗だし、またなんて言うんでしょう。緑もなんか空の色も違くて、やっぱり人は環境からできるじゃないですか。なんて言うんでしょう、リフレクションっていうんですか。そう。はい。なのでオランダの人はみんなおしゃれですよね。そうですか。環境がいいからおしゃれなのかなと。はい。ありがとうございます。日本人もとてもおしゃれと思いますね。ありがとうございます。でまた農家の人たちがインタビューをするととても頭がいいんですよね。頭がいいっていう言い方はちょっと偉そうかもしれないんですけど、とてもなんて言うんでしょう、知恵があってわずか20歳の男の子でもちゃんと何が起きてるかっていうのを分析して分かってるんですよね。で自分の仕事にどう対応しようか。日本ではそんな若者そういないと思います。はい。でこちらの若者のレベルの高さが感動しました。はい。ありがとうございます。いや大体ね農民そういう人たちは一番賢い。事実を毎日経験しますでしょうね。例えば大学生卒業した大学生はだんだんね教育がレベルアップになるほど頭はバカになるかな。そういうことになると思いますよ。オランダには。農民一番賢い。今農民は反乱します。それは
とても大事な信号ですよね。そうですね。で今その農家の戦い、私たち一揆っていう農民一揆っていうんですが、それを世界中が注目していて、でやはりそのオランダ農家の戦いはオランダのためだけじゃなくて世界のためですよね。なのでアメリカからもイギリスからもいろんな国からジャーナリストがやってきていて、そうですよね。で昨日でしたか、面白いのがこちらの民放テレビが我々を攻撃してましたよね。そうそう、オランダの。昨日オランダの NHK はね、ガナーさんとアメリカの記者さんね、批判されました。レベルニュースとかマイケル・ヨンさんとかスティーブ・バノン氏とか攻撃して批判されました。マスゴミですよね。とってもバカな放送です。そうのレベルはゼロです。そのウェブのこと全然わからない。批判されます。賢い人批判されます。それはオランダのマスゴミでしょうね。ゴミですね。これはとてもいいことだと思いますが、叩くということは人が知ることができるきっかけなので。基本的にいいことですね。because オランダ人そういう放送を見ると maybe wake up 目覚めるきっかけになりますからね。はい。ではそろそろですね、本当たくさんの方が、すごい反応が、そうですね。はい。たくさんコメントたくさんの方が見てますね。はい。では、今日はですね、本当に貴重な機会をいただきまして大変ありがとうございます。こちらこそ。せっかくなので、最後にですね、この配信を見ている日本人の皆さんへメッセージをお願いできますでしょうか。そうだ、注目を誠にありがとうございます。じゃあ自分の国を大事にしてください。それとても大事なことです。はい、ありがとうございます。日本の我々が、もっと FBD、あるいはペピンさんの、ことをもっと知りたいと思ったらどうしたらいいでしょうか。私たちパーティーね、国際のウェブサイトがあるね、フォーラムインターナショナル。はい。フォーラム英語で、英語で読められます。はい。Also the documentary, the movement というドキュメンタリー、also 英語で。そういう2つのおすすめがあるね。From International と The Movement というドキュメンタリー。ご覧にしてください。ご覧になってください。そして私もツイッターでもフォローさせていただいてますので、個人ですね、のアカウント、ペピンさんの。そう、also Twitter で、そうもちろん。ぜひ皆さん、いろんなソーシャルメディアチェックしていただきたいと思います。でぜひですね、また日本とオランダのまた本当の意味でのなんて言うんでしょう、同盟と言いますか、協力します。お互いにオランダを愛する国民、日本を愛する国民が手をつないでですね、一緒に守りましょうと、はい、ぜひそれを大きくしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は本当に貴重な機会いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、それではですね、この動画をぜひ拡散してたくさんの方に知らせていただきたいと思います。引き続き私もこちらでですね、このオランダを守る世界のためのこの動き、反グローバリズムの動きを取材していきたいと思いますので、引き続きこの配信をですねご覧いただきたいと思います。それでは配信これで終わりたいと思います。はい、さよならはオランダ語で何て言いますか。トッツィンス。はい、ありがとうございました。